いよいよドゥテルテ大統領が判断しましたね。マニラ首都圏は GCQ で現状維持。セブ市は深刻です。最強に厳しいロックダウンである ECQ に逆戻りをされました。こんにちは、大輔です。周辺国と比較をしまして、感染拡大が深刻なフィリピンの現状に関して報告をさせていただきたいと思います。で、私なんですけどね、マジでこれ凹んでますよ、正直。毎日ね、フィリピンのニュースチェックしてるんですよね。GMA とか CNN だとかね、少しでも状況が良くなってないかなと思ってね、見てるんですが、今のところ自体は収束に向かっておらずでして、やきもきしてるわけなんですよ。皆さんは大事な人がね、海外にいらっしゃいますでしょうか。またはね、友人と会えなかったりだとか、海外のね、風を感じられずに寂しい思いをされている方、こういったね、思いをされている方はぜひ、ちょっとね、コメント欄で、そういったね、気持ちを聞かせてもらえると嬉しいなと思います。本日はフィリピンの現状を知るにあたって皆さんと一緒にね、確認したいニュースっていうのを引っ張ってきましたので、こちらの順序でご報告をさせていただきます。丸1、マニラ首都圏が現規制の GCQ に据え置かれた理由。丸2、セブ市が強い規制 ECQ に逆戻りをした理由。丸3、今後の緩和の見通しというこの3本立てですね。では、はじめにですね、マニラ首都圏が現規制 GCQ に据え置かれた理由に関して話を進めていきましょう。報道によりますと、マニラ首都圏はですね、紙一重でロックダウンへの逆戻りを回避できたというふうにされているわけなんですね。これはね、政府広報のロケさんが6月中旬の記者会見で、報道陣に伝えた内容に含まれていました。マニラ周辺の感染者数、ギリギリこの GCQ のね、範囲内に保たれたという内容だったんですけど、本筋とずれるんですけど、彼が言った言葉にこんな単語があったんですよ。パサングアワちょっと発音わかんないんですけど、これはね、学校の試験でほぼ不合格点だったりだとか、もしくはね、不得意科目のことを意味するようなんですけど、ちょっとね、辞書でうまく私理解、これ合ってるのか、ちょっと自信ないので、タガログ語、フィリピンのね、現地の言葉のタガログ語詳しい人いましたらですね、ちょっと私の理解合ってるかコメント欄教えてもらいたいんですが、こんなね、単語を使いながら彼がね、説明をしてました。で、これは感染者数の増加スピードが厳密に言うと GCQ のラインを、微妙に、なんていうの、合格点では、なかったようなことをおっしゃってたんですよね。ただ、四捨五入して、かろうじて、一応ね、規制の範囲内だったと、基準の範囲内だったということで、ロックダウンのね、逆戻り回避したというふうに、私自身ね、ちょっと理解してるんですけど、なかなか厳しい状況だということですね。で、もう一つ、マニラをロックダウンへの逆戻りから回避した理由が、もう一つあるんですよ。それは医療施設の稼働率っていうことが挙げられるわけなんですが、彼はね、報道陣に向けてこうも語ってます。私たちの救急医療病棟と隔離施設の稼働率っていうのは3、40% に過ぎません。ですので、約6、70% の容量がまだ残っているんですよというふうにおっしゃられてました。だからね、どうですかね、皆さん。マニラの感染爆発っていうのはね、まだ持ちこたえているというふうな見方が、なんとなくね、正しいんじゃないでしょうか。この動向から、目が離せないといったところですよね。で、深刻なのは、ここからの話なんですけど、ロケさんはね、記者会見でね、こうも続けたんですよ。一方、セブシティの症例数は 6.7 倍になっていて、ICU ベッド数の容量はすでに 100% だと。これはまずいな。隔離施設の容量は 93% であり、現在は危険水域だと分類をしている。とね、これは、えらいこっちゃですよ、皆さん。ということで、丸2に進むんですけど、セブ市が強い規制 ECQ に逆戻りした理由に関してお伝えね、今ね、したところなんですけど、
ひとまずはこれね、6月30日までロックダウンや逆戻り状態っていうのは、ね、続くみたいですね。で、重症患者のための十分なベッド数がないセブ市に関して、具体的な数がこの政府広報のロケさんから、ね、語られているのを確認しましたので、これもね、追加でちょっとお伝えするんですが、こんなことをおっしゃられてました。60代の人工呼吸器のうち 45% が使われていますと。27の集中治療室、こちらの稼働率は 100% ですね。399の隔離室の稼働率は 90% ですね。その他133の病棟、こちらは 93% が使用されているという状況なので、このままね、増加してしまうと、感染者数がね、増加してしまうと、セブ市の医療施設、受け入れ不可能になるっていうのは、これは誰しもがわかることなんじゃないかと思いますので、なんとかここで踏みとどまってほしいわけなんですよね。で、このね、ほぼロックダウンと言って良いであろう ECQ、どういう状況に置かれているのかっていうのを今一度皆さんに簡単にね、ちょっとお伝えしたいと思います。はい、こんな感じですね。営業が許可されている産業というのは、病院だとかの医療施設、あとは医薬品のね、製造業者、農業、畜産業ですね。および食品、その他の必須品目の配送と宅配便ということなんですね。で、必要不可欠でない産業に関しては、すべて営業停止ということなわけなんです。なんで、食料品のね、買い出しだとか、病院へ行くとかね、そういう場合は、除かれるんでしょうけど、そういったね、必要不可欠な外出を除いて、家から出ることっていうのは許されないわけなんですよ。厳しいですよね。で、もちろん、公共交通機関すべてストップというわけなんですね。めちゃ厳しい。で、これね、働けない人がまたね、増えちゃうと思うんですよね。なんで、補助金のね、手配など含めて追加で必要になってくることが想定されますよね。で、セブ市のね、皆さんが何とか持ちこたえてくれることを祈るばかりといったところです。次ですね、今後の緩和の見通しということなんですけど、ひとまずマニラ首都圏とセブ市のルールは6月30日まで適用されるというふうになってますので、7月以降どうなるのか、これはね、おそらく6月最終週には報道されるであろう政府発表、これをね、待ちたいなと思っています。皆さん、この時ね、何が心配になると思われますでしょうかね。おそらくね、こう考えるんじゃないですかね。今が感染のピークであってほしいということで、これね、私ももうめちゃくちゃ思いますよね。これはね、ということで、新規感染者数のグラフを皆さんと一緒にね、今一度チェックをしていきたいと思います。フィリピン全土に関しては、ピークアウトをしたのかどうかっていうことが気になるんですが、これはね、もう数字からしか確認できませんので、ちょっと見ていきましょう。これ、どうですかね。6月中旬の伸び、まだ数字自体は大きい値を示しているんですけど、若干下がり気味になってきているように、見えませんでしょうかね。もちろんね、この動画でピークアウトが、ピークアウトしたよと、断言することは、これも当然できませんのでね、これ注意深く見守っていくしかないんですが、このカーブがね、本物のものであるってことを、これ祈るばかりですよね。ということで、本日ご報告する内容っていうのはね、こちらで以上になるんですけど、私を含めて、海外渡航を待ち望む方が非常にね、多い本チャンネルなんですが、海外で今起きている事実っていうのを信頼できる情報ソースをもとに把握していく、こういったね、スキル、今後の世界でめちゃくちゃ重要になると思います。なんで、ニューノーマルな渡航スキルをね、つけるための場に、このチャンネルを育てていきたいなと思っていますので、こういう時期だからこそ一緒にね、成長していきたいと思われる方っていうのは、ぜひチャンネル登録をされるってことをお勧めさせていただきます。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。さよなら。